皆さん、こんにちは。I'm Fumi from Speak Japanese Naturally. This channel is for beginners, but today's topic contains something interesting that even an advanced learner might not know about. It's about how the way we express ourselves, 私、僕、俺 affects us Japanese.I assume you know that 私 is used by everyone and 俺 and 僕 are specifically for men. This holds true for adults. But what about for students in elementary, middle, or high school? Do you know which one they use? Rather, do you know which one they don't use? You are about to find out in this video. I'll be talking in Japanese and you'll see Japanese subtitles here. And it doesn't have furigana, hiragana reading of kanji, but you hear the sound, so you'll know how the kanji is read. So it'll be good kanji practice too. If you need, you can turn on the English subtitles from the settings. Now let's start. 皆さん、こんにちは。この前、この本を読みました。タイトルが素晴らしかったんで買っちゃいました。とっても面白かったです。このタイトル読んでみてください。女言葉って何なのかしらですね。女言葉というのは女性が女の人が話す言葉です。では質問です。このタイトル女言葉って何なのかしらは女性女の人が言っていますか？それとも男性男の人が言っていますか？それとも女性が言っているか男性が言っているかわからないでしょうか？答えは女性が言っている言葉です。理由はこの文の最後にある頭、これは女言葉だからです。実際はなんとかかしらっていう女の人はあまりいないと思います。かしらの代わりにかなを使う人の方が多いと思います。でも文の最後にかしらってあったら、女性が話してるんだなってことがわかります。それはかしらが女の人の使う女言葉とされているからなんです。今日は日本語がいかに性別っていうのは男性なのか女性なのかですね。いかに性別によって話し方が決められているのか、それについてお話ししたいと思います。まずこの本を読んで一番びっくりしたことを言いますね。それは日本語は私を表すときに私と俺それから僕があるっていうふうに、皆さん習いましたか？で、私も私と俺と僕があるって思ってました。で、その中から私は私を選んで使ってるって思ってたんです。でもこの本に女性は私しか使えないって書いてあったんです。それでびっくりしたんです。勉強している人にとっては当たり前かもしれませんね。女の人は私を使ってくださいって女の人は俺と僕は使えませんよって習ったから当たり前かもしれません。ただ私はなぜか私にも選択肢選べるものが私と俺と僕があると思ってたんです。でも私は女なので私しか使えなかったんです。だからそれは私が選択したわけじゃなくて私しかなかったんですよね。男の人には私と俺と僕の3つがあるんですけど、女の人には私しかない。この非対称というか不公平っていうか不平等っていうか、それに全く気づいてなかったんですね。
この本を読むまでは。で、結構たくさんの日本人はあんまり気づいてないような気がします。で、なので私も友達に言ってびっくりされたし、夫にも確かにそうだねってびっくりされました。こんな当たり前のことなのに気づいてなくてびっくりしました。だから皆さん何言ってるのって思うかもしれないんですけど、いやー、気づいてなかったんです、本当に。それだけ無意識に女言葉男言葉を使い分けてるっていうことだと思うんですね。日本の子供は小さい時はだいたい自分のことを何々ちゃんとかっていう名前で呼びます。だから私で言うならば、私はふみだからふみちゃんって自分のことを言います。そして例えばふみちゃんこのカエルさん好きとか言うわけですね。私は息子が2人いるんですけど、息子たちは中学生まで、自分のことを何々ちゃんって家では呼んでました。で、学校では友達の前では俺って言って、先生の前では多分僕って言ってたと思います。それが、で女の子の場合はだいたい小学校の高学年ぐらいになってくるとだいたい私に変わっていきます。で、最近の若い子はうちっていう言葉を私の代わりに使うことも多いそうです。うちっていうと関西の方の表現で、私っていう意味なんですが、ここでは、うちっていうピッチアクセントです。で、私がうちっていう時は私の家ではっていうことです。女の子で僕とか俺とかを使う子はあまりいないですね。1学年に1人いるかいないか、そんなにいないかもしれないですね。学校に1人いるかいないかぐらいかなと思います。まず女の子で僕とか俺を使うと変だと思われるんですね。で、変だと思われても使うっていうことは、その時のその子にとっては僕とか俺っていう言い方が一番しっくりくる、ぴったりくる言い方なわけなんですよね。だからもし僕っていう女の子がいるとしたら、その子は結構いろいろ考えて悩んで、それでも使おうって決めて使ってると思います。理由は人それぞれだと思います。男の子になりたい子もいるかもしれないけど、そうとも限りません。私の知ってる女の子で中学時代に俺を使ってた女の子がいるんですね。その子の場合は強い自分でいたかったって言ってました。だからその子にとって俺っていうのはその男の子が使う言葉で強さを表してたと思うんです。で、逆にもしかしたら私っていうのが弱さを表してたのかもしれませんね。逆に小学生、中学生、多分高校生も友達の前で私っていう男の子はほぼいないと思います。僕とか俺っていう女の子より私っていう男の子の方が少ないと思います。男の子で私って言ってたら多分いじめられる可能性が高くなる気がします。だからこの小中高、これ小学校と中学校と高校のことですけど、小中高の時期は完全に男か女かに影響されるんですね。英語だと人が自分をhe とかshe とか言うからじゃあどれでとか、あとそうじゃなければ they で呼んでとか、そういう話が出てくるわけですよね。日本の場合は人が私をふみさんはとか言うときはそういう名前で言うので、he とかsheとかは関係ないんですけど、
自分が自分を愛っていうその時に男なのか女なのかが常に試されるわけですね。だから一番感じやすい時期、感受性が強いっていうんですけど、その時期に自分を、私なのか俺僕なのか、その枠に入れる、枠に入れなきゃいけないっていうことは結構きついことだと思います。ただこの愛に関わる問題については大人になるとだいぶ解決します。それは私が男性女性関係なく使える言葉になるからです。悩んでない子は自然に変わっていく感じがあると思います。多少はちょっと俺ってそろそろ言っちゃおうかなとか、そういうのはあると思います。でも基本はそんな悩まないで、俺男、私女っていう風になってくんだと思うんですね。無意識のうちにそこに違和感、なんか違うっていうそういう感覚がなければ、そういう風に感じなければ、自然と男の人と女の人で話し方が違うっていうのが当たり前になっていきます。例えば男の子はすごいをすげえ、うまいようめえ、汚いよ汚ねえって言っても OK なのに、女の子が、すげえとか汚ねえとか言うと、あとうるせえとかね言うと、女の子なんだからそんな言葉遣いはやめなさいって言われるわけです。あとはその男の子はうまいって言ったり腹が減ったって言うけど、女の子は美味しいとかお腹が空いたっていう言い方をした方がいいとか、そういうふうに教育されるわけです。日本のジェンダーギャップ指数は世界で126位だそうです。いや、低いんですけど、話し方の違いっていうのも大きく関わってきてるのかもしれないなって最近思うようになりました。つまり小さい頃から男はこうあるべき、女はこうあるべきっていうのを話し方からもう学ばされているわけですね。で、男の世界と女の世界にバチッて分けられていて、だから例えば国を動かす政治家は男、会社を動かす、役員は男、女の人は学校の先生とか保育園の先生とか、あとはお家で専業主婦していればみたいな、そういうのがやっぱりすごく根強いんだと思うんですね。私自身もその話し方っていうことにすごくとらわれていたので、昔2年前ぐらいにこのような動画を作りました。で、この中で私は女の人はこういうふうに話すべきですっていうことを言っています。だから私自身も無意識のうちにすごく女性はこう話すべき、つまり女性はこうあるべきみたいなのにとらわれてるんだなってことがすごくよく分かりました。で、だからこういう女性の枠に押し込めるような動画は一応一旦下ろそうと思います。ただこういう考え方はあるので限定公開から見れるようにしておきます。プラスな方向としては、今特に若い女性の話し方はどんどん変わって男性との差が少なくなっていく方向に行っているそうです。この前 YouTube を見ていたら、作家の女性20代かな30代前半かもしれません。その人がすげえって言ってたんですよ。で、私もすげえって思いました。それにこの本の頭使う女性減ってるし、
女言葉とされているはとかのよっていうその修助詞、エンディングパーティクル、これもイントネーションを変えて、男性も女性も使うようになっています。例えばはでいくともう行くわみたいな言い方です。女言葉だったらもう行くわ、もう行くわ上がります。もう行くわっていう感じなんですけど、この、私とかがもう使ってるのは、私とか男性が使うのはもう行くわ、もう行くわっていうイントネーションです。で、のよは、私はのよは使わないんですけど、逆に男性でなんとかなのよ、だからなんとかなのよっていう言い方はしないんですけど、なんとかなのよ、この前あそこの居酒屋に行ったのよとか、そんな感じで男性も使ったりしています。そういうことからもやっぱり性差、つまり性別による違いはなくなってきつつあるんじゃないかなと思っています。はい。で、ただ私と僕と俺っていうのがなくなることはなんかない気はするんですけど、何かそれに代わるその男女共通して使える何か言葉が、それができたらきっとなんかもっといいんじゃないかなっていう気もします。はい。では今日はここまでです。よかったら皆さんの感想をコメントで聞かせてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。またね。